迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリング、精神病治療30年。カール・オーガスト・ウィークランド著、近藤和夫訳。第4章、意識的無意識的に人間に害を及ぼしているスピリット。第1節、人間に憑依されたと思い込んだ憑依霊。憑依霊というのは大体において、自分が人間に害を及ぼしていることに気づかず、何か変だが、といった気持ちを抱きながら、心理的な暗がりの中で、悶々とした時を過ごしているものであるが、中には人間の方が自分の行動を邪魔していると思い込んで、現実とは逆に自分の方が憑依されている、しつこく付きまとわれている、と思い込んで、仕返しのつもりで、あるいは懲らしめるつもりで、その人間の体を痛めつけていることがある。その場合、スピリットの側は痛みを感じないから厄介である。LW 夫人は、夫の死の後、うつ病になり、やがて幻聴の症状が出て、髪をかきむしりながら叫び声を上げて、家を飛び出すという行動が頻繁になった。そんな時に、背後に何人かの霊視がつきまとっていることを、実の娘が霊視していた。その中に気味の悪い目つきをした男性がいて、それが見える時の母親が、またあの恐ろしい男が来たと言って逃げ出すことも分かった。その後、転地療養のつもりでセントルイスからロサンゼルスに連れてこられたが、症状は悪化する一方で、自分の手や腕に噛みついたり、スリッパで自分の頬をぶったり、衣服を引きちぎったりすることを始めた。手に負えなくなって、ついに精神病院に入れられ、サナトリウムで治療を続けたが好転せず、1年後に我々のところに連れてこられた。2、3ヶ月で憑依霊が全て取り除かれ、すっかり正常に戻って、今では娘さんの家で家事を手伝いながら平穏に暮らしておられる。次に紹介する実験は、例の怖い男の症例に成功した時のもので、我々のところへ連れてこられてわずか2、3日後のことだった。1918年1月13日、患者 LW 夫人、スピリットジョン・サリバン。霊媒が乗り移ってからすぐ激しく暴れるので、何人かで取り押さえておく必要があった。スピリット、なんで俺をそんなに抑え込むんだ。お前たちと何の関係があるんだ。俺は何も悪いことはしてないぞ。後で覚えてろ。博士、あなたは私たちにとっては全く見知らぬ方なのです。その方にいきなり暴れられては、こうして抑え込むしかないでしょう。スピリット、そんなに強く押さえつけんでくれよ。博士、あなたはどなたですか？スピリット、なんでお前からそんなことを聞かれる必要があるんだ。俺はお前らの誰一人として知らんのだ。誰であろうと大きなお世話だ。ほっといてくれ。博士、さあ、お名前をおっしゃってください。どうやら、合力の女とお見受けしますが。スピリット、女だと？もう一度よく見てみろ。博士、どちらから何のご用で来られたかおっしゃってください。スピリット、何のためにそんなことを知りたがるんだ。博士、今のあなたをそのお気の毒な状態から救って差し上げられるかもしれないと思ってのことです。スピリット、話すから、そんなに強く押さえつけんでくれ。博士、さあ、おっしゃりたいことを全部吐き出してください。スピリット、まず第一にあの火の針はごめんだ。その後しばらく捕虜みたいにされていたが、患者から離されて霊媒に移されるまでの間、マーシーバンドによって金縛りにされていた。やっと自由になったから暴れたくなったのさ。一体何のためにあんな火の針を刺すんだ。もう家に帰る。博士、家はどこにあるのですか？スピリット、今来たところさ。博士、その火の針というのはどんなものか知りたいですね。スピリット、まるで全身が燃えるみたいな感じさ。もういいだろう。帰らせてくれよ。こんなところに腰掛けたまま押さえつけられているのはごめんだ。博士、針の恩恵を受けられたいきさつが知りたいのですかね。ぜひ教えてくださいよ。スピリット、俺にもわからん。が、とにかくやられたんだ。博士、ここへはどうやって来られました？スピリット、知らん。博士、誰かにくっついたまま来られたのではありませんか？スピリット、俺は俺にくっついてるだけだ。博士、最近はどんなところにおられましたか？スピリット、ずっと暗がりの中だ。家から出たら何も見えなくなった。まるで目が潰れたみたいだった。
博士、あなたの言う家の中にいると妙な感じがしませんでしたか？スピリット、本当の俺の家じゃないよ。が、似たようなところさ。博士、そこにいると不愉快になってきて、それでひどいことをしたのでしょう？スピリット、時々自分がどこにいるのかもわからなくなって、やけになって暴れ回ったのさ。時には数人を相手に大喧嘩もやったよ。今は見当たらんが、いつかやっつけてやる。博士、その人たちはどこの誰だったのですか？スピリット、知らんね。いろんな奴がいたよ。博士、女性もいましたか？スピリット、大勢いたよ。ゆっくり休む場所もなかったほどさ。女め、いつか全部ひっ捕まえて、痛い目に遭わせてやる。博士、スピリット、あっちから一人こっちから一人と、次から次に女の姿を見せられるので、ついカッとなってしまうのさ。こんなにたくさんの女を、どうしようもないよ。患者のオーラに引っかかっているスピリットのこと。博士、今どこにいると思いますか？スピリット、どこに？そんなことどうでもいい。博士、どこに住んでおられますか？スピリット、いろんなとこにいたよ。転々としていて、そのうち何もかも全くうんざりしちゃった。いつも逃げ出したくなってね。それで誰も俺の居場所を知らないってわけよ。博士、でも自分自身からは逃げられませんでしたね。スピリット、周りには女で、もうヘドが出そうだよ。そのうちの一人。LW 夫人。蹴ったり噛みついたりしてやったが、それでもしがみついてきやがった。俺につきまとうことはないんだが、いつか殺してやろうと思ってる。博士、あなたはご自分のなさっていることが分かっていないようですね。スピリット、何をしようと構わんさ。あの女の手首を食いちぎってやったことがある。それでもしがみついてくるんだ。それで今度は髪の毛を思いっきり引っ張ってやった。それでもまだしがみついてきやがった。どうしても振り切れんのだ。博士、ですから本当のことをお教えしようと思ってるんです。いかがですか？スピリット、知りたいとは思わんね。ただあれだけは頭にくるな。あの火の針だよ。あれを食らうと力が抜けてしまった感じになるよ。博士、今その女の人はどこにいますか？スピリット、ここしばらく見かけんね。博士、一体その人があなたにどんな危害を加えたというのですか？スピリット、この俺につきまとう筋合いはないと言ってるんだよ。博士、立場を逆転して、もしもあなたの方が彼女につきまとっているとしたらどうしますか？スピリット、こんな女みたいに着飾ってくれて、おまけに女の髪を頭に乗っけるとは余計なことをしやがったもんだよ。博士、死んでどのくらいになりますか？スピリット、死んで？よし、死んでなんかいないところを見せてやろう。腕ずくじゃ負けないことも思い知らせてやろう。この俺が死んでるんだとよ。荒々しく笑う。博士、しばらく妙な感じになったことはありませんか？スピリット、妙どころじゃないよ。地獄だよ。その手を離してくれないか。まるで火のように熱くてしょうがないよ。博士、女が男のあなたにおめかしをすることができるものでしょうかね。ご自分が少し身勝手すぎるとは思いませんか？スピリット、身勝手だと？俺が身勝手なら、あの女の方こそもっと身勝手だ。博士、もしもあなたがあの方につきまとっている何も知らないスピリットだとしたらどうしますか？スピリット、この俺があの女につきまとってるだと？俺じゃないぞ。バカ言っちゃ困るよ、旦那。博士、そういうことが事実よくあるのです。バイブルをお読みになったことがありますか？昔は悪霊を追い出すということをよくやったものなのです。あなたは今はもうスピリットになっている。しかもその追い出さないといけないスピリットになってしまわれたのです。スピリット、悪魔というのは本当にいたらしいよ。だが俺は悪魔じゃないからな。博士、でもあなたは一人の女性を苦しめてきた。それで私が電気で追い出したのです。スピリット、この野郎。掴みかかろうとする。牢へ閉じ込めたのはお前だな。あの女もひっ捕まえて八つ咲きにしてやる。しょっちゅうつきまといやがって。博士、あなたこそ彼女につきまとっていたのですよ。今やっと彼女から引き離したのです。さあ、そろそろ自分がスピリットであることを悟ってまともになってくださいよ。私は本当のことを言っているのです。スピリット、あの女さえいなくなってくれたら、もう一度思いっきりぶん殴ってやる。博士、
なぜそんなにあの方をやっつけたがるのですか？あの方はちっともあなたに迷惑はかけていないのに。スピリット、お前も一度懲らしめんといかん。博士、言うことを聞かないともっと電気をかけますよ。スピリット、それは困る。このままの方がまだマシだ。が、その手を少し緩めてくれないか。きつすぎるよ。博士、あなたは男だとおっしゃるけど、私たちにはあなたの姿は見えていないのですよ。見えているのは女性の姿だけなのです。スピリット、その目は節穴か。俺が男だということが見てわからんのかね。博士、でも女性の服を着ておられますよ。スピリット、だから俺はそれを引きちぎって捨てるのさ。するとあの女がまた女の服を着せやがる。それをまた引きちぎるんだ。博士、あなたはもうその女の人から離れて、今は別の女性の体を使っているのです。スピリット、それはどういう意味だ？博士、あなたは何も知らずに地上をうろついているスピリットなのです。これまで一人の女性に取り付いていたのですが、今は私の妻の体を使っておられるのです。スピリット、俺は自分の体しか使っていない。博士、あなたこそ彼女につきまとっていたのです。あなたを引き離したので、彼女は今とてもすっきりした気分になっておられます。スピリット、牢へぶち込んだのはお前だな。博士、私じゃありません。高級霊の方たちです。あなたはあまりにも身勝手でした。手のつけようがないほどでした。今あなたがどういう状態にあるかを理解なさらないといけません。仮に今これまでにあなたがやってきたことを記録にまとめたとしたら、あなたはそれを人に見せる勇気がありますか？スピリット、そんなことはどうでもいい。とにかく女につきまとわれて、女の服を着せられていることが気に食わんのだ。女は大嫌いだ。博士、あの方は大勢のスピリットに悩まされていたので、治療のためにここへ連れてこられたのです。間違いなく表意されていることが分かったので、電気治療で追い出したのです。あなたは実はその一人なのです。そのことを分かっていただきたくて、こうしてお話をしているのです。スピリット、あの女をひっ捕まえて、八つ裂きにしてやる。腕を食いちぎってやる。博士、もう少し冷静になってください。事情が分かってきて幸せになりますよ。スピリット、幸せなんかあるもんか。博士、神とは何かとか、人生とは何かといったことを考えてみたことはありますか？スピリット、神なんていないよ。幸福も不幸もあるもんか。博士、もしも超越的な存在がいないとしたら、あなたという存在はどこから生じたのでしょうか？なぜあなたは存在しているのでしょうか？私の妻の体を使ってこうして話ができるという現実をどう説明しますか？スピリット、さては、俺につきまとっていたのはお前の奥さんだったのだな。博士、ここへ治療に来られた婦人にあなたがつきまとっておられたのです。そのあなたを私が電気で追い出し、高級霊の方たちがあなたを一時牢に閉じ込めたのです。霊的に金縛りの状態にする。そして今、一時的に私の妻の体に入って話をしておられるのです。スピリット、女が嫌いな俺がなんで女につきまとうんだ。女を片っ端から叩きのめしてやりたいくらいだ。博士、あなたはもう肉体をなくされたのです。そして地上をうろつきながら次々と人間に憑依していたのです。わがままなスピリットはよくそういうことになるのです。精神病棟にはそういうスピリットに憑依された人がいっぱいいます。あなたはこの方を3年から4年もの間、地上の人間を苦しめてこられたのです。スピリット、一体この俺があの女に取り付くわけがあるのかね。俺は女が嫌いなんだ。色恋や金で女を追っかけやしないよ。女という女を全部殴り殺してやりたいくらいなんだ。女は平気で男を欺きやがる。神様も女なんか作らなきゃよかったんだ。自分の気に入った通りにしてもらってるうちは機嫌がいいが、背中を向けられると刺し殺すからね。俺は女に報復を誓ったんだ。恨みを晴らすというのは気分がいいもんさ。だからやるんだ。博士、もうそろそろそんなことはやめて、人生というものをもっと真剣に考えないといけません。ご自分では間違ったことをしたという気持ちはないのですか？過去をよく振り返って完全だったかどうか考えてみては？スピリット、完全な人間なんていないよ。博士、いけなかったことがたくさんあるとは思いませんか？スピリット、完全な人間はいないよ。俺は至って普通の人間だと思ってる。博士、生命の不思議について考えてごらんなさい。あなたは死んでもう何年にもなるはずです。高級界のスピリットがあなたをここへお連れして、
いろいろと素晴らしいことをお教えしようとしておられるのです。私の妻の脳と体を使って私たちと話を交わすことを許してくださったのです。スピリット。奥さんもバカだね、そんなことに使われて。博士。あなたのような気の毒な方への慈悲心から体を犠牲にしているのです。女性をみんな悪者と思ってはいけません。スピリット。俺のお袋は立派な女性だったよ。お袋が女でなかったら女を皆殺しにするところだ。が、あのお袋も死んで4、50年にもなるかな。博士。あなたも肉体はとっくに死んでいるのです。あなたも今はスピリットになっておられるのです。周りを見てごらんなさい。目に映るものを正直に言ってごらんなさい。スピリット。お袋の姿が見えるよ。だがおっかないね。博士。私たちはスピリットであるあなたを少しも怖がってませんよ。スピリット。お袋は幽霊になっちゃったんだ。博士。あなたと同じスピリットなのです。お母さんは何とおっしゃってますか？スピリット。ジョン、長い間お前を探してきたよ。だってさ、でもおっかないよ。博士。幽霊みたいに見えるのですか？スピリット。そんなことはないが、でもおっかなくて。親父もいる。それにリジーだ。お前なんかに来てほしくないな。俺に近づくんじゃない、リジー。マムシ野郎め。博士。多分リジーは自分のしたことを許してもらいたくて来られたのだと思います。スピリット。絶対に許すわけにはいかんね。博士。人間行き違いということがあるものです。お二人の間に何か誤解があったんじゃないですか？あなたは猜疑心から間違ったことを思い込んでいるのかもしれませんよ。スピリット。あいつが憎い。近づいてくれるな。博士。憎しみを捨てて少し冷静に考えてみては？スピリット。リジー、お前はあっちへ行くんだ。さもないと殺すぞ。お前の言うことなんか聞きたくない。いくら弁解しても聞く耳は持たんぞ。大嘘つきめが。博士。彼女は何と言ってますか？スピリット。あいつだ。あの女が俺の人生をめちゃめちゃにしちまったんだ。博士。なんて言ってるか聞いてみてください。スピリット。聞いている様子。へえ、結構な話だよな。独り言のように、俺たちは結婚することになっていた。あの頃はあいつもいい子だった。へえ、俺が猜疑心から変な勘繰りをしたのだとさ。博士、あなたがよほど頑固で怒りっぽかったのでしょう。スピリット、リジーに向かって、お前は大嘘つきだ。俺を捨てて奴のところへ行きやがった。独り言のように、あの晩家に帰る途中で、電車の中である男と会って、ほんの少し一緒に歩いただけだと言ってやがる。博士、自殺したわけですね。スピリット、そのまま死んでしまいたかったんだが、死ねなかった。あのまま言ってれば、こんな惨めな思いをせずに済んだのに。博士、なぜ彼女を許してあげないのですか？スピリット、おい、お前はあの女の味方をする気か。俺は自分を刺した傷でどれほど苦しんだことか。いっそのこと死んでしまいたかったのに。リジーが歩き回ってる。泣きじゃくってるよ。博士、ご自分の両親の声に耳を傾けなさいよ。スピリット、彼女を愛していたさ。だが彼女から何を得たというのか。博士、子供の頃、よほどお母さんに甘やかされたのではありませんか？スピリット、おふくろはそれは大事にしてくれたよ。欲しいものは何でも与えてくれた。だから楽しい思いばかりしていたよ。リジーが言ってる。俺に対する態度をもう少し考えてればよかったとよ。ダメだ母さん、近づかないで。僕はもうどうしようもない人間なんだ。博士、あなたにとって今一番大切なのは自分を迎えるということです。イエスが言ってるじゃありませんか。幼子のごとくならなければ神の王国へは入れないと。あなたにはその意味がよくわからないだろうけど、あなたは何でも自分中心に考えていましたね。お母さんが甘やかしすぎたのです。スピリット、おふくろが今それを後悔してると言ってるよ。またリージーが来やがった。あいつのことなんか信じるもんか。あんな男と一枚やがって。博士、仮にそれが事実だったとしても、それがどうしたというのですか。よほど嫉妬心が強かったと見えますね。スピリット、俺の誤解だとリージーが言ってるよ。本当のことを話したはずだと言ってる。博士、リージーはもう死んでるんですよ。スピリット、死んでなんかいないよ。
もし死んでるとしたら、あれは幽霊というわけかね。博士、そこに立ってると言ったじゃないですか。幽霊のように見えますか？スピリット、いや、そうは見えない。おふくろが言ってる。ジョン、分別を働かせなさい。お前は自分の両親に責められているのだよ。とね、辛いものだぜ。愛したはずの女が他の男とくっついてるのを見るのは、この現場を見てから俺は彼女への当てつけに自分を刺したんだ。戻ってきてくれるだろうと思ったのさ。博士、あなたは自殺して死んじゃったのです。そして今はスピリットになっていることが悟れずに、女の人に憑依して、その方に大迷惑をかけている。それから逃れようとして、私たちのところへやってきたのです。スピリット、あの女のことなんか構うもんか。俺は女は嫌いなんだ。なのにあいつは付きまといやがる。俺は女に仕返しをすることだけが生きがいだった。そしてたっぷり仕返しをしてやったよ。博士、あなたのおかげであの方が大暴れして困ったのです。スピリット、おふくろとリージーがそこに立って一緒に泣いてるよ。俺のことなんか誰も構ってくれない。知るもんか。博士、セイは何とおっしゃいますか？スピリット、ジョン・サリバン。博士、あの方に迷惑をかけたことを恥ずかしく思わないといけませんね。スピリット、あんたが自分を恥ずかしく思わんのと同じで、俺は少しも恥ずかしく思ってないね。博士、あなたは心からリジーを愛していたのでしょうか？独りよがりに過ぎなかったのではありませんか？つまり、彼女を自分のものにしたかっただけで。スピリット、俺のものになるべきだったんだよ。彼女は、それがあのことで愛が憎しみに変わったのさ。泣いても無駄だよ、リジー。いくら泣いても俺は許さんからな。100回頭を下げても許さんぞ。博士、子供の時にお母さんが2、3度でいいからお仕置きをしていたら、こんなことにはならなかったでしょうにね。リジーを許してやりなさいよ。そうすることであなたも救われるのです。スピリット、絶対に許さないね。女たちは俺に夢中になったものよ。かっこよかったからな。博士、それがいけなかったんです。平凡だった方がもっと物分かりのいい人間になったでしょうよ。今こそ分別を働かせるチャンスです。私の妻の体を使わせてあげてるのですから。スピリット、じゃあ奥さんを返すよ。俺には用はないんだ。ねえ母さん。そこでリジーと一緒に泣いても何にもならんよ。俺は絶対に許さないんだから。博士、このチャンスに人を許すことができなかったら、この後またあの暗い牢の中に閉じ込めて反省するまではほっときますからね。間違いは自分にあることを知らないといけませんね。スピリット、許さないね。母は好きだった。金もたっぷりあったしね。博士、どこに住んでいました？スピリット、セントルイスだ。博士、ここはカリフォルニアですよ。スピリット、その手は食わんよ。ここはセントルイスで。今、冬だ。博士、何年だと思いますか？スピリット、1910年。博士、今日は1918年1月13日です。スピリット、俺は女が泣くのを見るのが大嫌いなんだ。母さん泣くのはやめてくれよ。女に泣かれるとむしゃくしゃするんだ。博士、両親が痛むようなことはないのですか？スピリット、他人のことで心を痛めてどうなるっていうのかね。博士、お母さんの言ってることをよく聞いてごらんなさい。スピリット、母さん言っとくけどね、子供の頃に僕にもっとお仕置きをしてくれて、わがままを許さないでくれたら、もう少しはマシな人間になっていたと思うよ。でももう遅いよ。この年齢になって心を入れ替えるなんてできないよ。それに心を入れ替えたからといってどうなるというものでもないよ。博士、人を許すという気持ちにならなかったら、これから先もっともっとひどい目に遭いますよ。スピリット、土牢に入れると言っていたが構わんよ。母さん、ご覧の通り僕は立派な人間になったろう。さぞかし自慢だろうね。母さんの作品というわけさ。博士、お母さんにはいかにも愛情ある人間のような口を聞いてるけど、慈悲とか同情とかはかけらもないのですね。あなたには。スピリット、同情なんて言葉は嫌いだね。親父が言ってる。心を入れ替えないといけないとさ。もうこの年齢になっては手遅れだよ。急に驚いて何かに尻込みしている様子。多分土牢のビジョンを見せられているのであろう。どこかへ連れてってくれ。
そいつだけは嫌だ。もううんざりだ。博士、もっと素直にならないといけません。スピリット、おふくろが言ってる。この俺の育て方が間違っていたとよ。また、土郎のビジョンを見せられて、あの土郎には入れないでくれ。理事を許すから。何でもするよ。もう生きてるのが嫌になったよ。何もかもうんざりだ。博士、霊の世界へ行ったら、人のためになることをしないといけませんよ。人の迷惑になってはいけません。このご婦人に取り付いて犯した数々の過ちの償いをするのです。スピリット、あの女がこの俺をいじめたんだ。だから仕返しをしたまでさ。スリッパで顔をぶん殴ってやった。女どもに対する報復だよ。俺は女が憎いんだ。この調子でこの男はどうしても悟らせることができないので、再び土郎へ連れて行かれた。自我に目覚め、人類に対する憎しみが晴れるまでそこに閉じ込められることになるであろう。